どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2021年35号ワンピース最新話1020話の第3弾、ヤマトの役割について考察していきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはこちらの1020話の第1弾と第2弾の考察をご覧ください。特に第1弾の動画ではヤマトの能力の伏線について考えましたが、今回は物語におけるヤマトの役割を考えてみたいです。1020話で明かされたヤマトの能力は大口の真神こと狼であり、さらにこの大口の真神はお犬様とも呼ばれていますから、ヤマトには狼と犬2つのイメージがあるでしょう。そこでこの狼と犬に関する日本の伝承からヤマトの役割を考えてみます。ワンピースには数多くの伝説や童話、都市伝説が採用されていますから、ヤマトのキャラクター設定ももしかするとこれに関するものがあるかもしれません。まず考えたい犬は中堅八公です。中堅八公は東京の渋谷駅で飼い主の死後も飼い主の帰りを10年間待っていた犬です。この待っていた犬は第1弾の考察動画で考えた12話のシュシュや、そしてエース、ルフィを待っていたヤマトのイメージに合致しています。ちなみに八公の語呂合わせは八公855話です。5は中国語でウーです。855話のタイトルはグギュルルルルル。お腹を空かせて3時を待っていたルフィです。さらにこのグギュルルルルを語呂合わせするとグギュルルルル996話。996話でヤマトは初めて狼の牙を見せましたし、ヤマトが大口の真神を食べた理由もお腹を空かせたからです。それは飢えた狼を想起させます。次に考えたいのは、これも第1弾の動画で考えた498話の扉絵です。この498話の扉絵は1020話との関連性が高いと考えます。狼のジャブラと狼のヤマト、鬼のようなブルーノと鬼のようなカイドウ、火の輪と輪入道や火祭り、猛獣将と百獣海賊団です。ここでジャブラは飛んでいますが、1020話の語呂合わせも飛ぶぜでした。となると498話の語呂合わせは何でしょうか。498話の語呂合わせは欲張りでしょう。そして欲張りと犬といえば、イソップ寓話には欲張りな犬、別名犬と肉という話があります。これは肉をくわえた犬が川の水面に映った自分の姿を敵だと勘違いして吠えたら、加えていた肉を川に落としてしまうという欲張りは損をする話ですが、この欲張りな犬、別名犬と肉はおそらく1020話で犬の実の大口の真神と判明したヤマトと肉を欲しているルフィというイメージと繋がっているのでしょうか。続いて考えたいのは犬神です。以前ヤマトの能力を考えた際に大穴としてヤマトは狐がついているつくつくの実の憑依人間だとも考えましたが、この狐好きと同じようにその昔西日本で広がっていたのが犬の霊がついている状態、犬神です。これは意図的に巫女が犬を殺して犬の霊を誰かに憑依させることもできたそうで、犬に疲れた者は犬のように吠え大食らいになり暴れ回るそうです。犬神がついた者は山奥に閉じ込める風習もあったそうですから、これは犬の実を食べたヤマトが鬼ヶ島に閉じ込められていることと合致しています。そして犬だけではなく犬も考えましょう。犬という漢字は中国の漢字によると滅ぶと同じ意味だそうです。そう、1020話のキーワードは犬と滅ぶでしょう。犬を表すヤマトの犬の実、パグのスマイル、輪入道の人面犬、そして扉絵の伝次郎は将軍の犬と言っていました。そして犬と同じ意味だという滅ぶは1020話において、ヤマトは絶滅した日本狼、大口の真神であり、ブラックマリアも絶滅した古代のクモ、ロサミガレ、グラウボゲリーです。そしてロビンは全滅したオハラの生き残りであり、ブルックは全滅したルンバー海賊団の生き残りなのです。これが犬と滅ぶの伏線でしょう。まだあります。犬といえば赤犬杯でしょう。杯もヤマトのように和の国のイメージがありますから、赤犬杯とお犬様ヤマトのつながりも見出せそうです。赤犬はマグマの能力で、ヤマトは氷河の能力でした。そして赤犬はエースを殺し、ヤマトはエースと仲良くなりました。となるとエースとヤマトは満月の下で杯を交わしましたから、杯とは杯、水面に映る逆さの月、それはエースを殺すというイメージでしょうか。なかなか粋なつながりかもしれません。そしてここからが本題です。
第1弾の動画で大口の真神はヤマトタケルを救い、道を示して導いた狼だと考えましたが、それではヤマトは何を導くのでしょうか。ここで考えられるのは、おでんの公開日誌を読んだヤマトはラフテルへの道、つまり最後のロードポーネグリフを導くのではないでしょうか。つまり最後のロードポーネグリフはワノ国にあると。残り5年と言われるワンピースの物語構成的にも、ロードポーネグリフはワノ国で全て揃うのが妥当ではないでしょうか。だからこそジョイボーイを待っていた光月おでんはワノ国を開国したかった。いや、しなければならなかった。つまりヤマトは光月おでんに代わってワノ国にあるロードポーネグリフへとルフィたちを導く。そしてヤマトは桃之助こそが世界を夜明けへ導くとも言っていましたから、ワノ国にロードポーネグリフがもしもあるなら、その場所を開けることができるのは光月である桃之助だけなのでしょうか。それではその場所はどこにあるのでしょうか。ローもカイドウも見つけることができなかったロードポーネグリフがある場所、それは地下です。地下へお犬様ことヤマトが導く。それはさながらここ掘れワンワン、花坂じいさんで宝を掘り当てる犬、それがヤマト。さらにワノ国を開国せよと言っていますから、もしかするとワノ国の島は本当に開くのかもしれません。中央の花の都を中心にワノ国が少し開くことで、地下にある宝ロードポーネグリフが、もしくはものすごいお宝がそこに眠っているかもしれません。どうでしょうか。最後にやはり考えたいのはヤマトの仲間入りの可能性ですが、これにはやはり悪魔の実の29の法則を考えると、ヤマトが仲間になるイメージが湧きません。ただし願望も込めて一つの可能性が浮かびます。それはヤマトは犬のようにくっついてくる可能性です。ヤマトは狼ですが、送り狼という言葉を聞いたことがあるでしょうか。送り狼とは通常女性を送っていくついでに女性を狙う男を指しますが、この送り狼には元ネタとなる妖怪がいます。それが送り犬です。妖怪送り犬は犬とも狼とも言われる江戸時代の妖怪で、夜中に山道を歩くと後ろからピタリとついてくる犬のことを指します。そしてこの妖怪送り犬のモデルはニホンオオカミだそうです。ニホンオオカミは人間を監視するために人間についてくる習性があったそうです。そしてヤマトの能力大口の真神はその絶滅したニホンオオカミなのです。このかすかな可能性から、ヤマトはニホンオオカミの習性と同じようにルフィたちにこっそりついてくると。それを発見したルフィはなんか嫌そうな顔をするかもしれません。以上です。今回は童話や伝承からヤマトの役割などを考えてみました。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。